投資で失敗する人の共通点は、お金を混ぜてしまっていることです。生活費も、貯金も、投資用のお金も、一つの場所で管理しようとするから、暴落が来た時にパニックになるのです。今日お伝えする、3つの財布にお金を分けるだけで、暴落の恐怖は消え去り、結果的に、あなたの資産は最速で増えていきます。キーワードは、使う、守る、増やす。この黄金比率について、徹底的に解説します。では、行きましょう。ようこそ、お金と自由の航路へ。船長です。お正月休みもそろそろ終わりですね。来週からの日常に向けて、気持ちを整えている頃でしょうか。1月1日には設定の話をし、昨日1月2日には NG 行動の話をしました。そして今日、三が日の締めくくりとして、最も重要な管理の話をします。これは、攻めの話ではありません。鉄壁の守りの話です。しかし、投資の世界では、守りが固い人こそが、最終的に一番多くの資産を築きます。なぜなら、相場から退場しないからです。多くの50代は、真面目にお金を貯めていますが、その管理方法は、いわゆるどんぶり勘定です。銀行口座に給料が入り、そこから生活費を引き出し、残ったお金でなんとなく投資をする。あるいは、普通預金と証券口座の2つしか持っていない。はっきり言います。この状態は非常に危険です。海に例えるなら、客室とエンジンルームの間に、仕切りがない船のようなものです。どこか一箇所に穴が開いたら、一瞬で船全体が浸水し、沈没してしまいます。投資の世界には、必ず暴落という大波がやってきます。その時、生活費と投資資金が混ざっていると、生活ができなくなるかもしれないという、生存本能レベルの恐怖に襲われます。そして、狼狽売りをしてしまい、資産を失うのです。これを防ぐ唯一の方法が、今日ご紹介する、3つの財布という考え方です。これは精神論ではなく、物理的に、お金の置き場所を3つに分ける、という具体的なテクニックです。2026年を、心穏やかに、かつ確実に資産を増やす年にするために、今から通帳とハンコを用意して、この動画を見てください。では具体的に、3つの財布の中身と、それぞれの役割を解説していきます。まず1つ目。これは皆さんも持っているはずです。使う財布生活防衛資金です。役割は、日々の生活を回すこと、そして直近の支払いに備えることです。これは、人間で言えば血液のようなものです。常にさらさらと流れていなければならず、絶対に止めてはいけません。置き場所は、出し入れが自由な銀行の普通預金一択です。では、ここにはいくら入れておくべきでしょうか。目安は、生活費の半年分から1年分です。例えば、月の生活費が30万円の人なら、180万円から360万円です。このお金は、投資に回してはいけません。利回りを求めてはいけません。増えないじゃないかと思うかもしれませんが、増やす必要はないのです。いつでも使える状態で、そこにあること、それ自体が最大の価値です。多くの人が失敗するのは、この使う財布の中身まで、もったいないからと投資に回してしまい、急な出費や暴落時に、積んでしまうからです。まずは、この一つ目の財布を確保してください。これがなければ、投資という後悔に出る資格はありません。続いて、二つ目。これが今日一番の重要ポイントです。多くの50代が持っていない。しかし絶対に持っておくべき財布。それが、守る財布現金クッションです。役割は、心の安定を保つこと。そして暴落時のバッファです。先ほどの使う財布が、日々の生活のためのものだとすれば、この守る財布は、あなたのメンタルを守るための防波堤です。置き場所は、普通預金でも構いませんが、
少し使いにくい場所の方が良いでしょう。具体的には、定期預金や個人向け国債変動重が最適です。元本割れのリスクがなく、かつ、簡単には引き出せない引き出す心理的ハードルがある。というのがポイントです。ここに入れるべき金額は、1月1日の動画でも少し触れましたが、船長流の黄金ルールがあります。年齢10万円です。50歳なら500万円、60歳なら600万円です。そんなに現金で持っておくのは、インフレ負けするから損だ、機会損失だ、という意見もあるでしょう。数学的にはその通りです。若い頃なら、私もフルインベストメントを推奨したかもしれません。しかし、私たち50代にとって、数学的な正解よりも大切なものがあります。それは、夜、ぐっすり眠れることです。50代は、保有資産額が大きくなっています。その分、暴落時のダメージも甚大です。資産3000万円で 30% の暴落が起きたら、一瞬で900万円が消えます。その時、でも、私には絶対に減らない守る財布が500万円ある。この事実が、どれほど心を救ってくれるか想像してください。もしこの財布がなかったら、あなたは夜も眠れず、仕事も手につかず、もうこれ以上減らしたくないという恐怖に負けて、一番の底値で株を売ってしまうでしょう。いわば、この500万円は、眠るための保険料であり、投資を続けるための入場料なのです。利回りは低くても構いません。元本保証でガチガチに固めた、この2つ目の財布を、必ず作ってください。これがあるかないかで、あなたの老後の運命は決まります。そして最後、3つ目。ここまで守りを固めて、初めて登場するのが、増やす財布です。役割は、インフレに対抗すること、そして将来の豊かさを作ることです。置き場所は、もちろん新NISAです。投資対象は、全世界株式や S&P500 といった王道のインデックスファンドです。ここに入れるお金の定義は非常にシンプルです。10年以上絶対に使う予定がないお金。これだけです。逆に言えば5年以内に使う予定がある教育費や住宅リフォーム資金、車の買い替え費用などはここに入れてはいけません。それは守る財布か使う財布の役割です。なぜなら、株式投資というのは、短期的には上がったり下がったりを繰り返す、非常に不安定なものだからです。もし3年後に必要な学費を、増やす財布に入れていて、使う直前に大暴落が起きたらどうしますか？半値になった株を泣く泣く売って、学費を払うことになります。これは悲劇です。資産形成における最大の失敗です。しかし、期間が15年、20年と長くなれば、過去の歴史上、株式のリターンはプラスに収束しています。だからこそ、増やす財布に入れていいのは、当分忘れてしまってもいいお金だけなのです。一つ目の使う財布で日常を回し、二つ目の守る財布で不測の事態とメンタルを守る。そこから溢れ出た余剰資金だけを3つ目の増やす財布に入れる。この順番を絶対に間違えないでください。多くの人は1つ目と2つ目をすっ飛ばしていきなり3つ目の財布をパンパンにしようとします。だからちょっとした波で転覆するのです。では最後にこの3つの財布が完成していると暴落が起きた時にどういう動きになるのかシミュレーションしてみましょう。2020X 年、リーマンショック級の大暴落が起きました。ニュースは連日、株価大暴落、世界恐慌の足音と不安を煽り立てます。SNS では、もう投資なんてやめる、全額売却したという悲鳴が飛び交っています。しかし、3つの財布を持っているあなたは、無傷です。まず、1つ目の使う財布には、1年分の生活費が入っています。だから、明日からの生活には何の影響もありません。次に、
2つ目の守る財布には、年齢×10万円の安全資産があります。株価が半分になろうが、この財布の中身は1円も減っていません。それどころか、個人向け国債なら金利がついているかもしれません。世の中が安くなっているなら、この守る財布から少し出して、バーゲンセールに参加しようかな。そんな余裕さえ生まれます。そして、3つ目の増やす財布。確かに評価額は激減しているでしょう。画面上の数字は真っ赤かもしれません。でも、あなたはこう思うはずです。まあ、このお金を使うのは15年後だから、今は関係ないかと。そして、そのまま静かにスマホを閉じ、積み立てを継続するのです。これこそが、勝てる投資家のメンタルです。暴落を予測して逃げるのではありません。暴落が来ても痛くない状態を、あらかじめ作っておくのです。これを専門用語で、アセットアロケーションと呼びます。投資の成績の9割は、どの銘柄を買うかではなく、この資産配分で決まると言われています。どの株を買えばいいですかと聞く前に、あなたの財布は3つに分かれていますかと、自分自身に問いかけてください。いかがでしたでしょうか。使う、守る、増やす。この3つの財布にお金を色分けすること、一見、面倒くさい作業に思えるかもしれません。しかし、この仕分けこそが、50代の資産形成における最強の防衛策であり、最大の攻撃力になります。お正月休みの最終日、ぜひご自身の総資産を、この3つのカテゴリーに分類してみてください。もし増やす財布の比率が高すぎるなら、勇気を持って一部を売却し、守る財布に移してください。それは後退ではありません。より長く、遠くへ進むための戦略的な配置転換です。2026年、皆さんの船が、どんな荒波にも負けない、不沈艦となることを祈っています。今年も1年、私と一緒に、賢く、強く、資産を守り育てていきましょう。詳しい図解や、具体的な商品の選び方については、画面下のリンクから、過去の動画もぜひご覧ください。固定コメントに、3つの財布の黄金比率を、まとめておきますので、ぜひスクショして、お守り代わりにしてください。それでは、来週からの仕事始め、無理せず頑張っていきましょう。